はい、皆さん、こんにちは。今回話したいのはね、落ち込んだりネガティブになったりして、今にも死にたい時の対処法になります。で、対処法というのは、私が実際に実践してみて、かなり効果的だった方法で、かつ医学的にも効果がある方法なので、今にも死にたい人は試してみる価値はあると思います。ただ、当たり前ですが、死にたい理由っていうのは人によって違いますし、衝動的な死にたさを緩和する方法に過ぎないため、根本的な悩みの解決には必ずしもならないことをご了承ください。で、まず死にたいぐらいネガティブな時に、一番ダメなのは、何もせずに一人で部屋にいてずっと悩んでることです。これは絶対にダメです。というのは、こうすることで過去の失敗とか、現状のいろんな悩みとか、未来への不安とか、とにかくネガティブなことをぐるぐると考えちゃうだけで何も解決しないからなんですよね。で、我々人間は基本的にネガティブで、人間の脳はもともとネガティブにできてるんですよね。なので、暇になるとろくなことを考えません。なので、特に死にたいほど落ち込んでいるときは、とにかく考える隙を作らないことが大切です。何かを解決するために考えるのはいいんですけど、大抵の場合、人間の悩みは考えても解決しません。で、解決しないことをぐるぐるといつまでも考えててもネガティブになるだけで建設的じゃないですし、非生産的ですからね。なので、まずは外に出て適当にどこかの店や公園に行くとか、電車に乗ってどこか知らない場所に行くとか、何か集中できることに打ち込むとか、人と話すとか、とにかくネガティブな思考を分散させるのが精神衛生上はいいです。で、東京とかにいるとちょっと電車に乗ればどこにでも行けるのがいいですよね。で、私的に一番おすすめなのは散歩になります。というのは、散歩によってセロトニンという快感物質も分泌されますし、ネガティブな思考も分散されますし、歩くことは脳にもいいので思考の整理ができて冷静にもなれますし、頭も良くなるので、散歩はいいことずくめなんですよね。なので、沈んだり落ち込んだりして死にたくてどうしていいかわからない人は、とりあえず外に出て散歩してみてください。で、ネガティブな思考が消えるまで、とにかく歩き続けてみてください。で、私個人的には公園を散歩するのはあんまり好きじゃないんですよね。というのは、公園って人が集まってきて、人が多いじゃないですか。なので、必ずしも公園とかじゃなくてもよくて、自分の知らない場所とか、都内とかなら、最寄り駅じゃない駅で、ちょっと離れた駅まで歩くのも面白いですよね。で、特に今までの未遂も含めて、人が自殺しやすい時間帯というのが、だいたい深夜から明け方頃、午前中だと言われています。なので、もし夜に寝られないでぐるぐるとずっと嫌なことを考えちゃうとか、どうしようもなく辛いとか苦しいという人は、深夜でも外に出て歩くことをお勧めします。で、日本のいいところは、やっぱり治安がいいので、深夜でも平然と散歩ができるんですよね。なので、日本に来た外国人で、時々日本で深夜の散歩するのが楽しいっていう人がいますよね。なので、外に出て歩くっていうのは、冷静さを取り戻したり、辛さを軽減するのにかなり効果的です。で、未遂も含めて自殺しちゃう人というのは、もはや冷静な判断ができなくなっているので、一呼吸置くという意味でも歩くのがいいと思います。で、うつ病とか引きこもりの人とかで、外に出るのもちょっとしんどいっていう人でも、深夜だったら人も少ないので、ちょっと無理してでも外に出てとにかく歩いてください。歩くのはうつ病とかの精神疾患にもかなり効果的なんですよね。で、深夜で雨とかだとちょっとしんどいんですけど、雨でも傘さして歩けますよね。てか雨の中歩くって人も少ないですし、結構気持ちいいですよね。なので、とにかく外に出て歩くってことですね。死にたさが消えるまで歩き続ける、散歩し続けるのがいいと思います。以上になります。この動画が少しでもためになった、面白かったと思った方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。